駅前の再開発、かなり揺れてるのだ。計画通りに進まないって切実なのだ。本当？綺麗に立て直す話って夢だけじゃ回らないわね。駅前って毎日通る場所じゃん。遅れると地味に生活へ来るよね。ずんだもん先輩、気になるでしょ？まずは駅周辺の再開発なのだ。NHK が自治体や企業をおよそ150に聞いて109の回答を集めたのだ。109のうち77が見直しや中止、中断ってかなり高い割合ね。7割って聞くとほぼ丸ごと作戦変更って感じじゃん。見直しの理由は事業費の増加が54件、工期の延長が40件、施設の形態の変更が29件なのだ。お金と時間は両方膨らむの一番厄介よ。工事って予定表だけじゃなくて人の手もいるもんね。足りなくなると止まるじゃん。その人手不足が重いのだ。建設会社の入札自体やる会社が決まらない入札不調、フラッグも13件あったのだ。入札って工事をやる会社を決める競争の申し込みみたいなものよね。そこで決まらないと始められないわ。文化祭の準備で担当が決まる前に手が足りなくなる感じに近いじゃん。そう考えると再開発って建物だけの話じゃないのだ。周りの現場も全部つながっているのだ。データセンターや半導体工場の建設も重なってるならなおさら取り合いになるわけね。駅前が後回しになったら通勤の動線とか待ち合わせ場所も変わるし、みんなに聞くよね。みんなの駅の近くで長い工事が始まったらどこが一番困るか気になるのだ。工事費の高騰と人手不足、両方揃うと逃げ場がないわね。アーシなら改札までの道が遠回りになるだけでも結構へこむかも。じゃあ次は世界の方の話なのだ。続いては G7 の財務大臣と中央銀行総裁の会議なのだ。主要7カ国が集まると空気が一気に世界規模になるのだ。 G7 って経済の土台を話し合うトップ同士の集まりよね。軽くは流せないわ。そこで世界経済にリスクって出るとちょっと身構えるじゃん。共同声明ではイラン情勢で成長率の鈍化やインフレへの懸念が高まっているって書かれたのだ。原油や液化天然ガスを中東に頼る地域ほど値段の波を受けやすいのね。物価がじわっと上がるやつ、ほんと家計に刺さるよね。しかも高性能 AI モデルが金融システムにリスクをもたらす恐れもあるから各国で情報共有を強める方針なのだ。便利なものほど速さがそのまま心配にもなるのですね。そこは見逃せません。 AI が速すぎると止める側も追いつけないかもしれないわね。キマッチ、そういうところで入ってくるのうまいじゃん。重要鉱物の話もあったのだ。供給網が乱れると工場や電池の材料にも響くのだ。供給網、サプライチェーンが崩れると遠い話に見えて身近な品にも来るわ。中国を念頭に勝手な輸出制限への懸念まで出てるならかなり警戒モードだよね。来月のサミットに向けて議論を加速させるそうなのだ。ここで足並みが揃うかが見どころなのだ。会議で終わらず行動までつながるかが大事ね。みんなも AI と物価と資源の話が一緒に来ると結構複雑に感じない？次は株価の話なのだ。東京株式市場では日経平均株価が一時1000円以上下がって6万円を割り込んだのだ。6万円割れが今月1日以来ならかなり久しぶりに見えるわね。数字だけ見るとってなるやつじゃん。売りが広がった背景には債券市場で長期金利が上がっている流れがあるのだ。長期金利ってざっくり長くお金を借りる時の基準みたいなものよね。上がると企業の負担も増えやすいわ。借りるコストが重くなると投資する気分も冷えやすいよね。だから企業の利払い負担が増えるかもって見方で売り注文が集まったのだ。株って景気の先読みみたいな面があるから空気が少し変わるだけでも動くのね。あーし、こういう日はチャート見るだけで肩が凝りそうかも。株価が下がるとすぐ全部が悪いってわけではないけれど警戒は強まるのだ。今日は金利、世界情勢、
企業の負担が全部つながってる感じね。経済って一つのニュースだけじゃ追えないのがむずいじゃん。投資していなくても金利や物価の動きは普段の買い物に戻ってくるのだ。値段の動きがじわじわ続くと、ほんと困るわ。6万円の上をすぐ取り戻せるか、そこは気になるよね。じゃあ豆知識に行くのだ。ここで少し息抜きです。フランスってポンドだけが全部じゃないんですよ。海外にも広がっている国なのだ。そうなんです。フランス本土の他に海外圏や海外領土が世界各地に点在しています。へえ、パリのイメージだけじゃ足りないじゃん。それに国連安保理の常任理事国で G7 や G20、EU、NATO の主要メンバーでもあります。国際政治でもかなり存在感があるのね。世界で最も観光客の多い国の一つでもあるので、見どころが本当に多いんです。広さより広がりがすごいのだ。今日は駅前も世界も株も全部つながって動いていたのだ。概要欄にリンクもあるから、気になるのをもう一回見てみてね。チャンネル登録してくれたら、次回もちゃんと拾ってあげるわ。また見てねなのだ。